皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の3月の12日木曜日ですね。時間が今日は珍しく早めにスタートできました。今時間が日本時間の夜の9時31分ということで、30分ぐらい遅れましたけど、いつもよりは早く、放送開始できました。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、ブログ記事再掲ということで、911テロは自作自演だったと。これはアーロン・ルッソーというアメリカの有名な映画監督兼プロデューサーですね。彼は62歳で、おそらく、殺されたと思うんですけど、ロックフェラーは911を予告したという真実暴露の証言をですね、2017年かなの2月に、したんですね。そのことによってその年の8ヶ月後ぐらいに、膀胱がんということで、62歳の若さで亡くなっちゃったということで、これはもう謀殺されたということだと思うんですね。でなぜ、今日のメインテーマで、このアーロン・ルッソー監督の証言を取り上げたかということなんですけど、この間3回に分けてですね、もう一つの真実暴露のイルミナティの大陰謀を真実暴露した英国の高官の話を3回に分けてこの間してきましたんで、この世界支配階級ロスチャイルドの国際金融マフィアとその秘密組織であるイルミナティ、そしてその忠実なる工作員である安倍晋三とかトランプとかですね、等々の各国政府首脳官僚、あるいはジャーナリスト、あるいは財界等々、彼らが人知れず実行している、人口削減計画、半減計画ですね、それと第三次世界大戦、を勃発させるということによって、彼らの最終目的である、回収ユダヤによる世界統一政府樹立という彼らにとっての大目的、僕らにとってはとんでもない大陰謀が外にですね、漏れたんですね。普通でしたら外に漏れることは絶対ないんですけど、この2人の貴重な勇敢な命を懸けた暴露証言によって、その人知れず実行されてきた彼らの大陰謀の一端が暴露されたということで、今日このアーロン・ルッソー監督の真実暴露証言をブログ再掲という形で取り上げようということなんですね。ということで今日の放送通算で2950回目になりますね。あと50回で3000回になりますね。そしてブログ記事、毎回メインテーマで取り上げた内容をですね、過失訂正して翌日ブログ記事としてアップしてるんですけど、それが明日のこの今日のメインテーマをブログ化した文章の通算の数が3358回目ということになりますね。ということで今日の放送を始めますけど、今日はてんこ盛りになってますので、かなり、分量も多いということで、早めにですねスピードアップさせないと90分では終わらないという感じですね。
ということで、現時点での音声も映像も問題なく配信されているということです。最初はですね、昨日のメインテーマですね。これの、昨日は英日語放送でたんですけど、これの、YouTube 向けの表紙を作っていただきました。このようにタイトルと、それから画像が出てるんですね。で、タイトルは何かというと、The New Coronavirus that is currently causing the spread of infection around the world is not a naturally occurring virus, but a biological weapon developed for the purpose of attack on China and of halving the global population ということで、現在世界中世界中に、インフェクションをまき散らしている、新型コロナウイルスというのは自然界で偶然起きたもんじゃないと。人間の手で、作られた、生物兵器なんだと。その目的は中国、急速に軍事力と経済力を作ってきた中国を攻撃すると。それと同時に、彼らの従来からの目的である地球人口を半減するというために意図的にばらまいたんだというのが昨日のテーマだったんですね。コロナウイルスバイオウェポンと、こういうことですね。それで、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが151名様、YouTube が254名様で、全部で405名様ということになっています。そして、毎日やってますけど、新型コロナウイルス感染最新情報ということで、今日は5つですね、取り上げてますね。で、最初、新型コロナウイルスによる推定死者数、最も楽観予想でも1500万人という衝撃的な研究結果ですね、オーストラリアの国立大学の研究者グループの分析結果をアメリカのビジネスインサイダーというのが報じたということなんですね。で、この最も軽度なシナリオ、それでも新型コロナウイルスで1500万人が亡くなると。そして世界の GDP 損失は 2兆4000億ドル、249兆7700億円になるということですね。このシナリオは1968年から69年にかけて、世界中で感染が拡大した香港風邪での死傷者数や経済的損失をモデルにしていると。で、より深刻度の高いシナリオは、新型コロナウイルスは20世紀初頭に猛威を振るったスペイン風邪のウイルスよりも破壊力が強いというシナリオで、この場合最多で6800万人が死亡し、世界の GDP 損失は9兆ドル、936兆6000億になると。こういう恐ろしい、新型コロナウイルスによる推定死者数がオーストラリアの国立大学の研究者グループによって出されたというんですね。から2番目、アメリカでも同じような衝撃試算が出てるんですね。これは日刊現代ですけど、アメリカの新型コロナ拡大、感染9600万人、死者48万人と。で、これはネブラスカ大学教授のジェームズ・ローラー博士が推定した
衝撃的な数字だと。なんと、これ日刊現代の記事ですね。9600万人が感染し、48万人が死亡するという恐れがあると。アメリカの人口は約3億2000万人ということで、人口の3分の1が感染する計算ということですね。このネブラスカ大学医療センターは、ダイヤモンド・プリンセスで感染したアメリカ人感染者を受け入れて、治療している施設と。で、新型コロナの特効薬として期待される治療薬、レムデジビルの臨床試験も行っていると。ローラ教授も感染症の専門医だと。そのローラ教授の試算だけに衝撃が広がっているということですね。それで大統領選の延期説まで出ているということなんですね。から3つ目、今度は英国政府が想定する最悪事態、国民の8割が感染し死者が50万人出ると。これも日刊現代3月7日付ですね。でスコットランドを含めて全国的に感染が拡大し、ジョンソン首相の指揮のもと、医療と安全保障の専門家チーム、ウォールームが設置されたと。その背景には同国の保健省がまとめた報告書があると。COVID-19 理性的な最悪のシナリオと題したこの書類には、感染が雪だるま式に拡大する可能性があり、現時点は初期段階に過ぎないと。今後 2,3 ヶ月以内に爆発的に、広まる恐れがあると警告した上で、こう結論付けていると。大半の感染者は軽症で終わるだろうが、致死率は 3% 程度が予想されると。最悪の場合、全国民の8割が感染し、50万人が死亡すると。で、英国民っていうのは人口6000万ぐらいですから、8割ってことは4800万人ですよね。で、50万人が死亡するということで、これはもうスペイン風邪とほぼ同じぐらいですね。という3つの衝撃的な今回の新型コロナウイルス感染によるパンデミック、遅まきながら WHO はパンデミックだというふうに宣言しましたけど、遅いよということですよね。で、単に今は初期段階で、これが今後 2,3 ヶ月、爆破的に、広がるという予想を立ててるってことですね。そしてそれを背景にして、米国は英国を除く欧州からの入国を30日間全面禁止するということで、昨日トランプ大統領が国民に向けて演説を行ったんですね。その中で彼が英国を除くっていうところがミソですよね。彼らにとって英国っていうのは絶対不可侵のいわゆる母国なんですよね。そしてイタリア、これがすごいですね。イタリアは全店舗閉鎖と。全店舗ですよ。そして薬局や食品店は例外とするということで、今日から2週間全土でレストランやバール、喫茶店、各種店舗、美容院などを全面閉鎖するとイタリアのコンテ首相は昨日発表したんですね。で、なぜかというと、11日新型ウイルスに感染した死者が前日から196人増えて、すでに827人になるということなんですね。で、感染者数は2313人増えて12462人に達したということで、昨日、おとといからですね、感染防止策として全土で、
個人の移動制限を実施していると。それをさらに、全店舗に、閉鎖する、店舗を閉鎖すると。薬局と食料品以外はですね、そこまで来てるんですね、イタリア。というのが今日の最新情報ですね。新型コロナウイルスということで、K さん、新型コロナウイルス、肺炎の状況について脳神経科の医師が説明していると、米国の生物兵器ではないかという視点も入っているということですね。まあそうでしょうね。自然ではありえないですね。雪丸さん、白熊スタンプ、それから砂津金さん、人類の7割が感染し2年以上続くと、ウイルス危機。田中、これ宇宙の宇って何て言いましたっけ、田中、酒井さんか。普通読めないですよね。それから K さん、コンティニューコイン、それから砂津金さん、ロックフェラーのとば、今日のメインテーマですね。それから砂津金さん、メインテーマ。そして、毎回、メッセージとしてアップしていただいてます山崎氏のキャスは、一言一行コメントは集団荒らし行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で、拡散共有お願いしますということですね。初耳さんがいつもたくさんのコンティニューコインありがとうございます。1234567枚ですね。で、初耳さん、驚くべき真実ということで今日のメインテーマをリツイートしてくれました。それから砂津金さん、今日のメインテーマリツイートですね。石森さん、コンティニューコインお疲れ様ですと。砂津金さん、コンティニューコイン2枚ですね。ということで、今日の放送の開始前のコメントです。砂津金さん、復興五輪どころじゃないと。9年目のマラソン、福島311動画緊急公開ということですね。オリンピックどころじゃないよと。ふざけんなってことですよね。から砂津金さん、アメリカの総統一党制度とマスコミに載らない海外記事、3月12日付記事ですね。ということです。ということで、今まで、取り上げてきたことをアップしますね。なんかコンピューターの動きが遅いですね。昨日の英日語放送のメインテーマの表紙と、それから現時点での視聴者数両方で405名様と、それから最新情報ですね。全世界で
最も軽い予測でも1500万人が死亡するというオーストラリアの国立大学の研究チームが発表した予測ですね。恐ろしいですね。からアメリカでもコロナ拡大、感染9600万人、死者48万人という推定予測が出ていると。スペイン風邪の時、アメリカは55万人が死者出たんですね。1918年から19年。アメリカの米軍基地から発生したんですよね。で、その時は第一次世界大戦の最中でしたから、この大量死、ウイルス性、風邪ですねによる大量の死者が出たという事実は隠されてたんですね。そして、ただスペインというのが第一次世界大戦に賛成してない中立国だったんで、そこでこの風邪の感染死者が出たと、初めて出たという情報がスペインから出たために、濡れ衣的にスペイン風邪っていう名前を付けられちゃったんですね。で、実際はアメリカ風邪なんですよ。アメリカの6万5千人の巨大な米軍基地から発生してるんですよね。これもおそらく、生物兵器でしょうね。で、全世界で5000万人から1億人が死んでるということなんですね。で、日本では38万人の死者が出たということで、感染者が5億人。ですから当時の世界の全人口がおそらく50億人ぐらいですから、10% が感染したい。そして5億人のうち 20% の10% の5000万人から 20% の1億人が死んでいるということで、それに匹敵するような今回の新型コロナウイルスの感染力、あるいは致死率を前提にした予測が3つ出てるんですね。それで、3つ目がイギリスですね。イギリスの保健省が推定した、事態、国民の8割が感染し、死者が50万人と。イギリスですよ。こういうところからトランプはイギリスだけからの入国は制限しないんですよね。だから普通だったらありえないですよね。欧州全体が新型コロナウイルスに急速に感染しているという事態から、イギリスを含めた全欧州からの入国を1ヶ月禁止するというのは分かるんですけど、なぜかイギリスだけはその中に入ってないというのは一体何なのかというと、科学的な根拠じゃなくて政治的な優遇処置というかでしょうね。自分たちと同じだと、米国と英国は同じなんだと、イルミナティの本拠地なんだと、ロシアの国際金融マフィアの根拠地なんだと、地球支配階級の司令部なんだということでしょうね。そして、トランプは昨日の演説、国民に向けた演説で言った今後1ヶ月、英国を除く全欧州からの入国を全面禁止するということを昨日発表したんですね。何でしたっけ。英国、そうか。そしてトランプ大統領。
観光もダメと、ビジネスもダメと、止まっちゃうんですよね、1ヶ月。だから実体経済への波及はすごいでしょうね。米国、そしてイタリアが全店舗閉鎖と、2週間、今日から2週間。1日でイタリアの死者が異常ですよね。196人も増えたと。1日で。で、感染者が2313人増えたと。死者が全部で827人ですから、韓国よりも多いんじゃないですか。中国、イタリア、韓国と。そしてイランですよね。ということです。加計学園がフル稼働していたら、加計学園から逃げ出したウイルスの処理にされていたかもしれませんと。まあそんな能力ないでしょ、加計学園は。ということで、今日の画像ですね。画像も今日は5枚かな。で、最初の画像は昨日でしたよね。福島第一原発が大事故を起こしたという、そして大地震と福島第一原発の地震と津波による放射性核燃料の大爆発による大量の放射能が漏れ出たと。そして関東、山梨、ここ山梨含めた東北、関東、信越、広範囲3000万人を被爆させたという事故が起こったのが2011年 3.11 以降ですよね。で、この東京電力福島第一原発核燃料大爆発事故の最高最大の永久戦犯は誰かというと、こいつなんですよ、これ。全電源崩壊はありえないと国会で答弁した、こいつなんですよね。2006年12月の、国会で、当時の共産党の吉井議員からの質問主意書、東京電力福島第一原発、に大地震や大津波が襲ってきたら、全電源が今の状態だと喪失して核燃料が空だきになって大爆発を起こす危険が想定されるのに対して、あなたは何もしないですかという質問主意書を出したんですね。で、それに対して彼は偉そうにですね、日本の原発は世界一安全な基準をクリアしてるんで、全電源崩壊っていうのは起こり得ないと大宮を切ったんですね。大嘘の大宮で、これを受けて、東京電力の勝俣会長以下経営幹部は社内からですね、非常用電源の位置がですね、現在設置されている位置がもしも大津波10メートルを超えた大津波が来た場合、水没する危険性があるから20メーターあるいは30メーター高台に移動すべきだという社内の提案があったわけですよね。で、それに対して勝俣たちは30億40億の費用がかかることに対して、そんな無駄なことはできないと、安倍総理も言ってるように非常用電源の全面停止崩壊っていうのはありえないんだということで、蹴っちゃったんですね。だから永久戦犯っていうのはこいつと安倍晋三と、それから当時の
東京電力の勝俣会長以下の経営陣、こいつらなんですよ。こいつらの権力犯罪が一切問われないで、この最大最高の永久戦犯が、これは第一次安倍内閣で1年で体調不良で放り投げたんですけど、2012年に第二次ね安倍内閣で再登場し、現在までもう8年も最高権力を握ったままでいると。そしてだからこの時にですね、彼を引きずり下ろしてればですね、東京電力の福島第一原発の核爆発、燃料爆発事故っていうのは起こり得なかったんですね。全力の全面崩壊は防げたんですね。そのことを、今日取り上げます、リテラーでは再度そのことを言ってますよね。最大最高の永久戦犯はこいつだと。誰も言わないんですよね、これね。何なんだろうと。福島で被災された人たち、住民運動の人たちもこのことをなんで言わないんですよね。安倍晋三こそが永久戦犯だと。責任を取らせろと。権力犯罪者だと。逮捕しろと。裁判にかけろと。刑務所に入れろと。ふざけなという怒りの怒りのですね、運動がなぜ起こんないのかと。不思議ですね。これが最初の画像です。そして2つ目の画像がやはり隠蔽されてるってことで、女性自身週刊誌、現在発売中でしょうね。3月24日から31日の合併号の記事、新型コロナ病院関係者が怒りの告発、感染者数の数字操作指令がということで、怒りですね、陽性判定が大量隠蔽されているという、この記事の全文書き起こしっていうのがそのうち出てくると思うんですけど、これでしょうね。だから全く同じようなことを繰り返してるわけですよ。福島第一原発大事故による、放射性、被爆によって大量の人たちが死亡してるわけですよね。その死亡者数を隠していると。そしてすでに、復興がなされつつあるんだという大嘘をついているのと全く同じことをやってるわけですよね。これ女性自身の記事ですよ。そして3つ目が、感染者数を隠す、あるいは少なめに、偽造するために、捏造するために、日本では異常にですね、いわゆる検査数が少ないという比較なんですね。でちょっとデータは古いんですけど、日本が1月16日感染者数が470人と、死者が7名とで、検査数が7200なんですね。で、これ韓国1月20日段階、感染者数が7134名、死者が50名と、検査数18万1384と。検査数が多ければ当然感染者数は増えますよね。日本は感染者数を少なくするために検査数をわざと少なくしていると。検査を受けさせないという操作が行われているんですね。で、イタリア1月30日、感染者数5883人、死者数233と。先ほどの最新記事だと死者数が800名超えたというんですよね。
827名ですから、すごいですよね。そして検査数が4万2060人と。で、イランが2月19日付、感染者数が5823、死者が145人。で、検査数は非公表で分かんないということですけど、異常に少ないんですね、日本は。7200ですから、もう厚生省、安倍晋三の指示によって、厚労省関係者が検査を受けさせないというのが見え見えですよね、これね。だから当然、感染者数が470人。この中にクルーズ船の感染者数700人入ってないんですよね。本来だったら入れるべきですよ。だから現時点でのクルーズ船含めてた日本での感染者数っていうのは1100名ぐらいですよ。で、死者数が、7名ではなくて14名ぐらいになってるんじゃないですか。それでも検査数を少なくして感染者数を少なめにするという安倍政権の意図が現れてるんですね、これね。で、そのことを週刊誌の女性自身が病院関係者の怒りの告発で記事にしたのはこれなんですね。新型コロナ陰性判定が大量に隠蔽されていると。これですよ。全く同じようなことを安倍は繰り返しているということで、犯罪者っていうのは同じような犯罪を繰り返してるんですね。その手法も同じなんですよね。砂月さん、女性自身、これですね。アシュラでこれ記事が載ってますかね。山崎さんが外国の首脳だったら選手団だらしっこないですよ。選手団も応援団もオリンピックに行くなというふうに言いますよね。だから検査してない日本がイタリアより実は深刻かもという、そうでしょうね。だから死者の数もインフルエンザ、新型コロナウイルスという病名ではなくて肺炎とかですね、別の病名に変えられているということでしょうね。家計学園がフル稼働してた、これ先ほど言いましたね。ということです。だから安倍晋三をあの時になぜ、追放できなかったんです。なぜ国家権力犯罪者として逮捕、起訴、裁判にかけ刑務所に送れなかったのかという我々の国民の決定的なミスが現在ここまでひどい日本にしているということでしょう。ということで、これがいくつ目？今日の画像。2つ目か、女性自身。で、3つ目、新型コロナウイルス。そうですね。各国の検査数と感染者数の比較ですね。それから今日のメインテーマの主人公であるアーロン・ルッソー監督と非常に仲が良かった頃のイルミナティの大幹部ですよ。ニック・ロックフェラーという、弁護士ですね。中国担当なんですね。デビッド・ロックフェラーの甥いということで、もう典型的なイルミナティ大幹部ですよ。で、アーロン・ルッソーはこのニック・ロックフェラーに気に入られて、イルミナティに入らないかと誘われたんですね。そうすれば地位も名誉もお金も一生楽に暮らせるよと。でも彼は途中まで家族ぐるみでこのように親しくなったんですけど、最後には君と私は垣根
のこっち側と向こう側で住む世界が違うんだよということで、決裂したんですね。そしてその後、2007年の2月になって彼はこのニック・ロックフェラーが親しい間関係で語った全てを彼は証言暴露したんですね。YouTube で。で、彼が言ってるのは2001年の 9.11 いわゆるアルカイダによる米国同時テロっていうのはこれは完全に嘘だよと。彼らがやったんじゃないと。いくらアフガニスタンに侵攻して彼を洞窟の中に隠れている彼らを探しても何もファントムだよと。何もないんだよと。実は彼らが企画しアルカイダを偽装して実際は彼らがやったんだと。それを口実にしてアフガニスタンそしてイラクに侵攻するんだよという話を11ヶ月前に彼にしてるんですよ。だから2011年の 9.11 ですからその11ヶ月前ってことは2001年の 9.11 の11ヶ月前ってことは2000年の10月ですよ。2000年の10月にその話をしてでその時は彼は何の話か分からなかったんですけどでも実際に翌年の9月1年後9月11日に同時テロが起こった場面を見てですね彼はどっかカリブ海かなんかの島にバカンスでテレビがないところに、滞在してたんですけど、このことをなんか息子かなんかが今大変なことが起こっているとニューヨークのツインタワービルに飛行機が追突して炎上しているということで彼はテレビのあるところに駆けつけてですねその状況を見たんですね映像を。そして気がついたのはなんか1年前に、ニック・ロックフェラーが言ってたことじゃないかということに気がついたんですね。そして彼もやはりそのことを外に出すことの危険性を当然、身に染みているわけですから6年間の躊躇の期間があったんですけど2007年の1月かな、アレックス・ジョーンズという陰謀論の専門家ですね、彼のインタビューを受けて YouTube で公表したんですね。それが2017年の2月かな。そして、1月かな。で8ヶ月後のその年の9月に、膀胱がんで亡くなっちゃったということなんですね。そして、5枚目の今日の4枚目か今日の画像これは新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案への反対を表明する立憲民主党の山里氏ということで、明快に反対表明をしたんですね。これ後ろで、目つぶってるのが安住でしょ。だこいつらが枝野と安住が主導して安倍の提案に乗ったわけですよね。だ完全に裏切りですよこいつら。だからもう偽装野党の典型でしょうね。自民党の別動隊ですよこいつは安住。だからもう山里さんほか立憲民主党とか国民民主党の中にくすぶっている良心派の国会議員はもう脱党してですね令和の山本太郎とか
共産党が作る、統一戦線に合流すべきですよ。今から合流して100% 純粋野党の安倍自公ファシスト政権打倒を掲げた反ファシズム統一戦線を今から作ればですね、圧倒的な国民の支持を得て、おそらく再来年ですよね。再来年の8月か9月に予定されている衆議院選挙で勝てますよ。山本太郎を主犯にする、本当の意味の 100% 純粋野党連立政権、が樹立できますよ。2007年ですね。そうです。6年後ですよ。だからやはり5年とか6年彼らは春秋してるわけですよね。とてつもないイルミナティの大陰謀の生の情報を得たということを自分一人の中で墓場まで持っていくのか、あるいは99% の彼らに支配され搾取され殺されてきたいわゆる一般庶民に、自分の命生活をかけてでも暴露すべきかという悩みがですね、5年6年続いたと思うんですね。それで彼は命をかけてでも証言するんだということで、2007年の1月にアレックス・ジョーンズのインタビューを受けて YouTube で全世界に向けてこの情報を暴露したんですね。でこの間メインテーマで、3回に分けて取り上げてきましたいわゆる、2005年6月にロンドンのシティで開かれたイルミナティ秘密会議に、なぜか招待され参加したイギリスの高官の証言もですね、実際は5年後の2010年の2月に、同じようなアレックス・ジョーンズみたいな同じように、イルミナティの大陰謀を暴露告発しているプロジェクトアバロンを主催している、ビル・ライアンのインタビューを受けたんですね。ただこの高官はアーロン・ルッソーとは違って、自分で直接顔をさらしてインタビューを受けるんじゃなくて、文章で、インタビュー記録を文章で出して、あくまでもイギリスの高官であるというところで顔出しも一切してないということで、おそらく彼は今でも生存してるんじゃないですかね。社民党も福島さん一人が反対、あとは野党京都重視とかという、だから福島さんももう出りゃいいんですよ。社民党党首になったんですかね。もう消滅ですからね、社民党なんていうのは歴史的な使命終わってますよ。何でしたっけ。そして最後、この民主党の大統領指名争いということで、大議員の獲得数ね、最新ですね、去年、3月11日付、バイデン724と、からサンダース591ということで、最終的には1991人の大議員を獲得した方が大統領候補として正式に指名されるということなんですけど、でも頑張ってますよね、サンダースね。だからウォーレンがサンダース支持に回れば逆転する可能性ありますよね。
ウォーレンというのは前回はサンダーズではなくて、クリントン、ヒラリー・クリントン支持に回っちゃったんですね。だから今回もバイデンの方に回る可能性は高いでしょうね。だからあの女性言ってることとそれから自分がやってることが矛盾しちゃってるんですね。本来言ってることであればサンダーズに賛同する方がよっぽどバイデンに賛同するように近いわけですけど、政治的ななんていうんですかね、忖度があるんでしょうね。ですからウォーレンがサンダーズ支持に回れば逆転できると。このままいけばサンダーズは負けるでしょうね、残念ながら。という感じですね。そして今日の映像としては、今日のメインテーマで取り上げますロックフェラーは911を予告してたというアンロン・ルッソーの証言ビデオ、これを今日の映像として取り上げたということですね。ということで何でしたっけ、今日の画像ですね。バイデンはウクライナ疑惑があるからトランプには勝てないでしょうと。まあ普通の感覚だとそうですけど、トランプは何でもやりますからね。安倍以上に勝つためには何でもやるということなんで、分かんないですよこれ。バイデンとの一騎打ちになった場合、何でしたっけ。そうか、今日の画像ですね。これは福島第一原発大事故の最大最高の責任者安倍晋三、彼が何を言ったかということですよね。安倍晋三首相は2006年12月の国会で共産党吉井衆議院議員が大地震と大洪水が来たら福島第一原発の全体は崩壊する危険があるので高いので事前に、対処すべきであるとの質問主意書の指摘に対して全電源崩壊はありえないと言って事前の対策を一切取らなかったと。その結果5年後まさに全電源が崩壊しちゃったんですね。これが最初の画像。それから女性自身、なんかアシュラにおそらく全文書き起こしの記事が出てると思うので、明日それを取り上げると思うんですね。それから日本の新型コロナウイルスの検査数が極端に少なすぎると。だってダイヤモンドなんだっけ、クルーズ船の乗客乗員全部で3700名に対して普通だったら全員を検査するんですけど全員検査してないんですよね、これね。ダイヤモンドプリンセスか。そして山尾議員が立憲民主党の執行部が安倍の提案に乗ったということに正面から批判したということで、だからもう早く脱党しろよって言うんですよね。
10人でも20人も引き連れて、それで現時点での民主党大統領指名、予備選挙の結果ですね。バイデンが大議員数724と、サンダースが591と、だからその差が135ですから、大票田のところを2州取れば、他は互角でも勝てるんですね。それはウォーレンがどっちにつくかによって、決まるんじゃないですか。だからウォーレンがサンダーズを支持するということになれば逆転できますよね。で、ここでもですね、アメリカの、大統領選挙の矛盾というか、直接選挙やればいいんですよ、フランスの大統領選挙みたいに。そして、過半数の得票が得られなければ上位2社で決選投票やればいいですよね。大議員っていうわけのわかんない制度っていうのはまさに、この選挙結果を民主党の主流派あるいは共和党の主流派が操作できるように、大議員数という大議員制度という260年前の独立当時の状況でやむを得ずですね、13州の当初の合衆国の米国13州から始まったんですけど、そこの当時っていうのは交通網もないと、通信網もないということで、大議員を選んで、その大議員が大統領を選ぶという間接的な選挙制度をやむを得ず取ったんですけど、そこから260年以上経った今、通信網も交通網もありとあらゆるものが進化している中で、なんで260年前の大議員制度を五章大事に守ってんのと。それはもう中央二大政党のそれぞれの党の主流派がその、候補者選びを管理、できるような制度にわざとしてるわけですよね。だからやめればいいんですよ。そしてフランスの大統領選挙みたいに、フランスでは500人のいわゆる、地方議員とか国会議員とか知事とか等々の500名以上の署名を集めた候補者は誰でも大統領選挙に立候補できるという規定なんですね。そして第1回目4月か5月やって、それで 50% 以上取れる大統領ってほとんどいないので、大体決選投票するわけですね、2ヶ月後ぐらいに。そして、上位 2社で、決選投票して、トップの人が大統領になると。これが一番明快じゃないですか。だからやめないんですよ、こんな大議員制度っていうのは。なんでそのことをアメリカ国民っていうのは疑問に思わないのかね。1年間莫大な選挙資金を使ってお祭り騒ぎをして、それで各候補者がどれだけ、企業個人の献金を集められるかという金権選挙そのものなんですよね。だからやめた方がいいですよ、こんなインチキな制度は。何でしたっけ。そして今日の映像ですね。今日の映像。これがぜひ見てください。これがアーロン・ルッソーの証言ビデオです。YouTube。そして今日の一言ですね。
今日の一言は何かというと、イルミナティの地球人口半減計画に関するリアルな証言ということで、これはこの間3回に分けて、2005年6月のロンドンのシティで開かれたイルミナティ秘密会議に参加した英国高官が2010年2月にプロジェクトアバロンのビル・ライアンに語った証言というのがあるんですね。それから今回のメインテーマ、アーロン・ルーソーが語った証言というこの2つなんですけど、最初の証言というのはこのイルミナティによる地球人口半減計画に関する証言、この人高官ですね。今話しているだけでも気がめいりますと。本当に彼らはこれを実行するだろうと思うととどめもなく暗い気持ちになりますと。しかしこれが実際に彼らが話していたことなのですと。彼らは世界人口を彼らが冷淡に信じている管理可能なレベルにまで引き下げるつもりなんですと。ライアン、その会議ではその管理可能レベルについて数字かパーセンテージか何か具体的に表していませんでしたかと。交換 A 半分と。だから半減なんですよね。 50%。から同じようなこと言ってるんですよ。アーロン・ルッソー監督がイルミナティ最高幹部ニック・ロックフェラーから直接聞いた話。これは2007年1月にプリゾンプラネットのアレックス・ジョーンズに語ったこと。でも彼らは全世界の人口を半減させなければならないと考えていましたと。同じこと言ってるんですね。ということはイルミナティの共通政策計画として地球人口を半減するということがもうすでに確定しているということですよね。今日の一言。これはイギリスの高官。その2006年5月の秘密会議で語られたことと。これですね。今話しているだけでも気がめいると。本当に彼らこれを実行するだと思うととどめもなく暗い気持ちになると。しかしこれが実際に彼らが話していたことなんだと。彼らは世界人口を彼らが管理可能彼らが冷淡に信じている管理可能レベルまで引き下げるつもりなんだと。管理可能なレベルと。じゃあビル・ライアン、その会議では具体的にどのレベルが管理可能なのかと言ってましたかと。言ってましたよと。半分だと。半分はいらないと。殺してもいいということですよね。で同じような証言があるということで、今日のメインテーマ、アーロン・ルッソがニコラス・ロックフェラーが直接聞いた話中でも出てくるんですね。でも彼らは世界の人口を半減させなければいけないと考えていると。ニコラス・ロックフェラーはそう言ってたって言うんですね。砂月さん、ユダヤ人イルミナティのデビッド・ロスチャイルドの世界政府
設立宣言ってこういうのが彼は公然と公表してるんですよね、これね。ということです。今日の一言。そして今日の注目情報ですけど、これ長い記事なんですけど、長州新聞の 1%vs99% の矛盾を反映、米大統領選サンダーズ旋風の背景という、これはなかなかいい記事なんで、ちょっと長いですけど、全文取り上げたんですね。ぜひ読んでください。この記事の中でもサンダーズがいわゆる資本主義の根本的な矛盾、金融経済に課税するということまで言ったってことは大変なことなんだというふうに指摘しているっていうのはまさにその通りですよね。そして、今日の推奨本の朗読ですね。これです。グレタ一人、たった一人のストライキということで、今日は38回目のところです。グレタ、持論を読み上げるというところで、2ページですね。ここ読みますね。2016年3月6日、ウィーンでのコンサートを終えた私は空路で帰国したが、その直後、これからは絶対に飛行機に乗らないと決心したと。気候に関する論争に加わるためには、それが必要なことだったからだと。何もかも主張した後で、ご自身はどうなさってるんですかという質問に答えられるためにと。私たち家族は偽善を軽蔑していると。だから不完全な善意で満足するよりも生活の一部を犠牲にすることを選んだと。そうでなければ人類史上最大級の協力をどうして他の人に、求めることができるだろうと。飛行機は気候論争の焦点だと。飛行機を使わないということは自分が利用しないということにとどまらないと。地球上の生物の種のいくつかは通常の絶滅スピードより1000倍速い速さで絶滅していると。このことを飛行機は無関係ではないと。私たちのガス排出量を差し引きゼロにし、まだ発明されていない画期的な新製品を使って直ちにマイナスにすべきだという主張とも無関係ではないと。極端な生活習慣に対処する持続可能な方法はないという事実とも無関係ではないと。研究結果は明らかだというのに人々は耳を傾けたがらないと。私が気に入っているのはこことグレタは言って高らかに笑い自分の文章を読み上げたと。もし飛行機の使用をなくすためなら鉄道の大幅な改善が必要だろうと。誰もがそう言う。この発言の意味は遅刻するなんてとんでもないということだから、自分をそんなリスクにさらすよりも今後の世代の生存条件を破壊した方がいいということだと。ロキシーをちらりと見てしばし口をつぐんだ後、グレタは続けたと。ロキシーっていうのは2匹いる犬の1匹なんですね。何もかも自分の思い通りに進むべきだ。こんな考えに大人は慣れきってしまっていると。大人は甘やかされた幼児のようなものだと。それなのに私たち子供に向かって怠けているのだ。甘やかされているのだと文句を言うと。世の中のおじさんたちが書いたハンドブックには、私たちみたいなアスペルガーの子は皮肉を理解できないとあるが、私はこれ以上素晴らしい皮肉があるとはとても思えないと。なかなか頭いいですよね、このグレタさんね。というところです。で、明日読むところは、見ないふりはやめようというところですね。はい。ということで、今日のメインテーマです。アーロン・ルッソー監督の命がけの証言ビデオですね。時間がもう1時間過ぎたんですね。1時間9分52秒。同時期で視聴されている方が33名、全体で99名、コメントが39件ということですね。で、今日のブログメインテーマ、ブログ記事再掲
911テロは自作自演だったと。ナンバー3、アーロン・ルッソー監督の証言、ロックフェラーは911を予告したということで、これは6月の去年の2019年6月14日、私の誕生日ですね、ブログ杉並からの情報発信ですに書いた記事を今日アップしたということなんですね。で、なぜかと、私のコメント、人間の姿をした冷酷、残酷、非道な悪魔である地球支配階級、ロシアの国際金融マフィアとその秘密結社イルミナティと彼らの忠実な工作員安倍晋三やトランプなどたちが人知れず実行してきた人口削減と第三次世界大戦による世界統一政府樹立というとてつもない大陰謀は、今まで部外には決してその真実が漏れることはなかったと。しかし今回3回にわたってメインテーマで取り上げた英国高官の証言と以前、取り上げたアーロン・ルッソ監督の証言の2つの命がけの真実暴露は、地球支配階級に 1% の地球支配階級に支配搾取され殺されてきた 99% 地球市民全てが知り共有すべき真実事実であると。その意味で今日のメインテーマにアーロン・ルッソ監督の証言のブログ記事を再掲することにしたということなんですね。サイダリアさんがすごいですね。お茶ですね。12345杯ですね。ありがとうございます。ということで、この画像ですね、先ほどアーロン・ルッソー監督とニコラス・ロックフェラーと仲の良かった肩を組んで2人とも微笑んでる写真ですね。それでアーロン・ルッソー監督はこのインタビューの6ヶ月後ということは2017年の7月に膀胱がんで64歳の若さで死亡したと。彼は911の重大な秘密を暴露したためロックフェラーマフィアに傍接されたんだろうということですね。なぜならアーロン・ルッソーは生前インタビューを行ったアレックス・ジョーンズに対して自分はずっと脅迫されていたからがんは攻撃によるものだと思うと語っていたということですね。で、ウィキペディアのアーロン・ルッソーの項目で、このことが書かれてるんですね。アメリカ自由からファシズムへが話題となった後、アーロン・ルッソーはジャーナリストのアレックス・ジョーンズのインタビューに答え、その中で旧知の友人ニコラス・ロックフェラーとの会話の内容を暴露したと。ルッソーによると、ロックフェラーはアメリカ同時多発テロ事件の11ヶ月前の時点で米国でアフガニスタン侵攻やイラク戦争のきっかけとなる事件が起こることをすでに予告していたという。そしてロックフェラーは同時にその事件でおよび後に起こる米国侵攻の企てが巨大なでっち上げであるとも語ったということ。この会話を発表した半年後、6年前から患っていた膀胱がんによってルッソは死亡したと。トークショー司会者のアレックス・ジョーンズは、アーロンが密かに自分はずっと脅迫されていたからがんは攻撃によるものだと思うと語ったと証言したということなんでね。で、このインタビュー映像の全文を書き起こしたものを911テロは自作自演だったの第3記事として以下に再掲するということで、この YouTube 映像ですね、先ほど URL 貼り付けましたけど、で、全文の書き起こし記事ですね。これちょっと長いですけど読みますね。これね、わ、長いなこれ。平気ですかね。もう1時間14分ですけど、読みますね。わ、長いな。
インタビュアー、これはアレックス・ジョーンズですね。まずどのようにロックフェラーと出会ってこういう話をすることになったんですかと。アーロン・ルッソ、私の女性弁護士がロックフェラーの一人が会いたがっていると言ってきたんですと。私は怒り狂ってという映画を作った後で、彼はそれを見て私に会いたいと。私は私でちょうどネバダ州知事選に立候補、1998年頃していたので、じゃあぜひ会いましょうと。で、会って話して、僕は彼を気に入ったし、彼はとても聡明な男ですと。2人で語り合っていろんな意見を交換したんですと。その彼が911の11ヶ月前にこれからある出来事が起こると言ったんですと。それはどんな出来事かは言わなかったけれど、その出来事ゆえに我々はアフガニスタンを侵略してカスピ海から石油のパイプラインを低くし、イラクを侵略して油田を確保し、中東に米軍基地を構築して、あの辺をニューワールドオーダー、新世界秩序に取り組むと、それからベネズエラのチャベスをやっつけるんだと。そうしたら彼の言った通り911が起こったと。彼は米兵がアフガニスタンやパキスタンの洞窟を探し回ることや、対テロ戦争が始まるけれど本当は敵なんかいないし、それら全部が巨大なでっち上げだと話していましたよと。政府がアメリカの人々を支配するための手段だって。インタビューは、彼がでっち上げと言ったんですねと。アーロン・ルッソ、そうです、確かにそう言いましたと。対テロ戦争になるって笑いながら、911が起こってその後何も起きていないと。我々のセキュリティが素晴らしいから911を実行したような連中が同様なことをできないとでも思ってるんですかと。冗談じゃない、そんなの馬鹿げてますよと。911は我々自身の政府職員や金融業界の人間たちがアメリカ市民に恐怖を植え付け、彼らに従属させ、彼らがやりたい放題できるようにするためにやったことなんですと。あれはそういうことなんだったんですよと。で、この戦争、終わりなき対テロ戦争を作り上げた、それが最初の嘘だった。お次はイラク攻撃だと。サダム・フセインをやっつけるんだ。大量破壊兵器だって。それが次の嘘だったと。インタビュアー、これは6年ちょっと前のことですねと。911の11ヶ月前で、弁護士でもあるニック・ロックフェラーが、それ以前からあなたの友人だった彼がある大事件が起きて、その結果永遠に続く対テロ戦争になるんだと言ったんですねと。アーロン・ルッソ、そうです、永遠に続く。敵が存在しない戦争だ。だから勝者も特定できないと。誰が勝ったなんか言えないんですと。だって倒す敵がいないんだもん。だから戦争は延々と続くと。その間彼らはやりたい放題だと。アメリカ市民は恐怖で縮み上がってと。いいですか、この対テロ戦争というのは詐欺ですと。茶番なんですと。これを声に出して言うのは容易なことじゃない。だってなぜってみんなおじけづくんでですと言うと気違い扱いされると。でも真実は暴露されなければいけない。だから私はこのインタビューを受けてるんですと。紛ものない事実は対テロ戦争は詐欺で茶番だということ。イラクでは戦争をやってますよと。我々が侵略したんですから、みんながあそこは戦っている。でも対テロ戦争はジョークだと。911に何が本当に起きたのかを、誰が犯人かを理解するまでは、だってそれが対テロ戦争の始まった原因なんだからと。そこから発生してるんですからねと。911がこれを始めさせてるんだから、その911の根っこを、911の真実を把握しなければ、この対テロ戦争は絶対に理解できませんと。インタビュアー、昨夜話したけど、あなたが州知事選挙で 30% 票を取るだろうとか、効果を上げられる人で怒り狂ってを作ったし、彼らはあなたを憲法党を作ったことも知っていたし、活動を通じていろいろと成し遂げる人で、映画も作ったし、他にも成功したから、ロックフェラーがあなたをリクルート、採用することにして、君は僕らの仲間になるんだから心配するな。君の体内に埋め込むマイクロチップがちゃんと俺に触るなって言うから、
あなたに話したってと。アーロン・ルッソー、確かにリクルートしようとしたんだけど、採用というか、もうちょっと微妙なんですがと。インタビューはどんな具合だったんですかと。アーロン・ルッソー、私たちは友人として家の行き来もし、夕飯を一緒にとって話したり、いろんな仕事の投資のことや、僕がカウンシル・オン・フォーリン・リレーションズ CFR 外交問題評議会に入りたいかどうか、入りたいならレター推薦状がいるよとか、いろんなことを話したと。でも僕は彼に言われるようにはならなかった。それは僕の生き方じゃなかったからと。ニック、君のことは好きだけど、僕らは垣根の反対側にいるんだと。人々は自分の奴隷にするなんて僕の信条じゃないって言いましたと。インタビュアー、彼は俺はやるよとか、それが彼ら人々のためだとか言ったんですかと。アーロン・ルッソー、そうではなく、なんというか、彼ら一般市民が何だって言うんだよと。なんであんな連中のことを心配するんだよと。君にとってどんな違いがあると。自分の人生を大事にしろよと。自分の家族にとっての最善をやるべきだと。残りの人間どもが何だって言うのさと。何の意味もないぜと。彼らはただの人間で我々に奉仕してるのさと。それ、ニックの考えは思いやりの欠如で、僕はそんな風には考えられないと。冷たいっていうか、そう冷たい。冷酷さなんですね。イルミナティの特徴は冷酷で残酷で非道だと。彼に聞いたんですと。それで一体何になるんだと。君はあり余るほどの財産を持っているし、十分すぎる権力もあると。そんなことをして一体どんなメリットがあるのかと。何が最終目的なのかって。彼は最終目的は人々にチップを埋め込んで社会全体を支配することだと。銀行家エリートや知事なんかが世界を支配できるようにと。それで僕は CFR のすべてのメンバーが君と同じことをやってるのかと聞きましたと。彼はいやそうじゃないと。大半は正しいことをしているよと言いましたと。社会主義的に見えた方がいいから、我々はみんな社会主義は実は資本主義だって気づかせないと。アメリカは社会主義国家になりつつあると、実は今や共産主義になってるけど、彼の家で彼が語ったことの一つは笑いながら話したんだけど、ウーマンリーブは何だったと思うって。その時僕は型にはまった考え方で、女性は働いて男性と同等の給料を得る権利があると思うし、ちょうど女性たちが投票権を勝ち取ったのと同じさと言ったら笑い出して、お前はバカだなと。あれが何だったか教えてやろうと。俺たちロックフェラーが資金を出したんだよと。僕たちがウーマンリブを後押ししたんだと。僕たちロックフェラー財団が全部の新聞やテレビで取り上げたんだと。どうしてか知りたいか。理由は2つ。1つはウーマンリブ以前は人口の半分に課税できなかったと。2つ目は母親が仕事に行くので、今や子供たちは早くから学校に通う。だから子供たちを家族から引き離して子供たちの考え方を好きなようにできると。州の職員教師が子供たちの家族になる。それらがウーマンリブの主要な目的だったと。それまでの彼の考え方ではウーマンリブはとても高潔なことだって。でもその裏にある意図を知ったとき、どういう背景か、なんでやったのか見えたとき、僕が高潔だと思ったことの後ろに邪悪を見ましたよと。インタビュアー、グロリア・スタイナムともう一人がウーマンリブの雑誌、MS に CIA が資金を出していたことを認めたことを知っていますかと。アーロン・ルッソ、いやいや知りませんでした。それは聞いたことがない。CIA が ミセスか氏に資金を出したんですかと。インタビュアー、女性に課税することと家族を壊すことを目標として言明しつつ CIA がミセス氏に資金を出したんですと。アーロン・ルッソ、本当ですかと。それは聞いたことなかった。まあでもニック・ロックフェラーに言われてから CIA が関係したのは知ってたけどと。インタビュアー、
グロリア・スタイナムは CIA があなたが女性を助ける手助けをしたいと言った。それで資金を出してくれたと誇らしげに言っていましたよと。もちろんその運動を分裂させて征服したわけだけど、それにもともと女性はいろいろひどい目に遭っていたけれど、彼らエリートは彼女たちを助けるどころか、実はもっとひどい目に遭わせて彼女たちから男を取り上げたんですと。黒人社会を見てごらんなさいと。50年前には私生児の割合が 10% だったけど、今や 90% 以上ですと。福祉ときたら政府からお金をもらうと思ったら家の中に男がいちゃまずい。家族がこのようにすっかり崩壊させられ、総人口で見ても私生児の割合は 50% 以上ですと。アーロン・ルッソ、ニック・ロックフェラーとの付き合いの中で、私たちは互いの考えや人生観などを語り合い、彼は私に仲間になって欲しがったと。私が CFR のメンバーになることを望み、私にいろいろビジネスチャンスを与えようと言い、過去私が続けてきた戦いをやめるようにと。彼は人々のために私の戦いに一体どんな意味があるという姿勢でした。私は映画界でとても成功していたし、真実を何か本当に起こっているのかを見つめて、それを人々に伝えようとしていたと。彼は私に人々に向かって発信する代わりに彼の仲間になってほしかったと。僕が人々を揺さぶって動かすことのできる人間だから、彼らに対抗するより自分の仲間にさせたかったと。簡単なことです。私をリクルートしようとした。でもそれに私は乗らなかったと。インタビュアー、彼は怒りましたかと。アーロン・ルッソ、いいえ、ある時彼は中身になったら ID カードをあげるから、アロン、チップも KMA と書いてあるチップをと言ったんですと。KMA って何ですかと聞くと、Kiss my ass、俺のケツにキスしろさ。誰でも警官とかがお前を止めようとしても、そのチップや ID カードを見せればもう邪魔はされない。俺たちの仲間なんだからと。それからなんで他の奴らのために戦ったりするんだと。どうしてだい。彼らは支配されているべきなんだ、彼らはと。君が支持している憲法というのはほんの少数のもののためなんだぜと。ほんの少数だけがそう生きられるものなんだと。最良の社会とは全てを支配するエリートに導かれたものだと俺たちは信じていると。だから僕はとてもそんな風に思えないと。神がか。僕をこの世に生み出したのは僕が人間としてベストを尽くせるようにだと信じている。それは全ての人間に言えることだと。君は他の連中の奴隷や羊になるためじゃない。どうして君が全てを支配したがるのかわからない。なんでそんな必要があるんだと言ったんです。CFR の人間がみんなニックと同じ考えなのか聞いたけど、彼はノーで、彼らは社会主義が一番だと思っていて、正しいことをしていると思っていると。でもトップにいる人間たちは、他のメンバーは真実を何が起きているのかを分かってないと。ダン・ラザーみたいに CFI にいると2、3000人の人たちは何が起こっているのかなんて分かっていないと。彼ら CFR に加入したのはそれが名誉があるということからですよと。彼らは仕事柄有益だろうとかそう考えて入ってくると。本当はどんなことが起きているのか、そこで CFR から発生している悪事など彼らは知らないんですと。僕らから見て存在する最悪の弊害といえば911に起きたことはペテンだということです。私たちは911の真実を全然分かってないと。インタビュアー、そこでもうちょっと伺いたいんですが、ニックはあなたに何が起きるのかを11ヶ月前に話した。911が起きた時に何を思いましたかと。どこにいてロックフェラーや彼に言われたことを考えましたかと。アーロン・ルッソ、実は僕はタヒチにいたんですと。息子が電話してきてツインタワーが攻撃されて崩壊したって、僕はタヒチで寝ていたんですと。飛行機が突入したとか言われて、僕がいたところにはテレビがなかったので、島の反対側まで行ってホテルでテレビを見たんですと。それで何が起こったのかを目にした最初でしたと。それがニックが言っていたことだったとはすぐに気づきませんでした。でもアフガニスタンを攻撃するとかイラクへ展開して行くにつれ、それが何だったのか分かったんですと。
ニックと僕はいろんな話をしたけど、その中で一つ彼が言い出したんだけど、世界人口を減らすということ、世界中に人間が多すぎるという話をしましたと。見方によっては僕も同調だけど、だからといって僕は自分に誰が死んで誰が生き残るかが決める権限などないと思っていますと。でも彼らは世界の人口を半減させればならないと考えていましたと。そして彼はある時、イスラエルとパレスチナの問題解決がとても厄介だと言い、一度はイスラエルをアリゾナに持ってくるというアイデアはどうかと思ってるんだと言いましたと。イスラエルのみんなに100万ドルずつ上げて移動させ、アリゾナ州の中にイスラエルを作るというんですと。インタビューは信じられないと。アーロン・ルッソー、あそこの問題を終結させるために、ある意味でその問題は彼らの担当ではなかったけれど、彼らはその問題をコントロールしていませんと。インタビューは、ニック・ロックフェラーがこうした一連の話をあなたにし、また911が起きた後で彼に会いましたかと。アーロン・ルッソ、言い合ってませんと。でも彼が僕に兵士たちがオサマ・ビン・ラディンを追って洞窟を探し回ると話したことは言いましたよねと。インタビュアー、それらがみんなアーロン・ルッソ、ペテンですよと、全部やらせです、詐欺行為ですと。インタビュアー、彼は笑ってましたが、それとも冷たい口調でしたかと。アーロン・ルッソ、あれは笑いに近かったですねと、冷笑というか、笑ってそういうもんだよという感じで、なんでみんながバカなんだ、俺たちは何でもやりたい放題できるんだってと。これが全文ですね。長かったですけど。ということで、今日のメインテーマは、もう一つの重大なイルミナティのが人知れず実行してきた大陰謀の一端が外部に漏れちゃったというアーロン・ルッソー監督の命をかけた暴露証言を取り上げたということですね。アフターマッチさんがお茶ですね。令和さんお茶爆10、キララカットさん、コンティニコイン2枚ですね。K さん、2011年に紹介した記事がありましたので参考にしてください。違うことこそ素晴らしい。アーロン・ルッソー、テロとの戦い、相手はいないということですかね。はい。それのブログ記事、これは私のかなということです。もう1時間32分、90分以上過ぎましたね。ちょっと早め、スピード上げましょう。ということで、今日のメインテーマはこういうことです。そして、今日のトピックス、日経平均、1万9000円割れしたんですね。2年11ヶ月ぶりということで、これからどんどん下がるでしょうね。1万5000円以下までいくんじゃないですか。今日のトピックス。そして2番目のトピックスが、経済対策は小出し、試験制限は1期、招待つける安倍政権、日刊現代。これ長い記事ですけど、日刊現代の今日付のトップ記事ですね。もう完全にイルミナティの工作員ですよ、あいつは。トランプ。それから3つ目、山尾氏が反対表明、緊急宣言の承認、党執行部を痛烈批判という、これ朝日新聞ですね。今日の画像でも紹介しましたけど、早く出ちゃうと。山本太郎と合流しろと。
から日本の自治体、これひどいですね、館内マスク配布対象から朝鮮幼稚園を除外という、これさいたま市ですよ。とんでもない排外主義、差別主義だから、さいたま市の市長以下、こういうことをやるやつらの責任追及を徹底的にしてやめさせるべきですよね。いわゆるやめさせるっていうのは職務から追放すると。これハンギョレ新聞ですね。それからサンダース選挙戦を継続と、撤退圧力高まるも米大統領選の民主指名争いという AFP、 それは撤退する必要ないですよ。勝つ可能性まだありますから、逆転する可能性が。ウォーレンを抱き込むと。批判が他に出ないのが異常ですよね。何考えてるんですかね。要するにあれでしょ、小選挙区制と、それから政党助成金、制度によって、人事権とそれから資金源、を全部党の執行部に握られているということで全員が黙っちゃうと。とんでもないことですよ。だからやめるべきですよ、あんな小選挙区制なんか。そして、政党助成金制度、これ小沢一郎が作ったんですからね。今日の重要情報、今年も言うと、福島原発事故の最大の先般は安倍首相だと。第一次政権時代、津波で冷却機能喪失を指摘されながらも対策を拒否という、これですよ。これ他のマスコミ誰も言わないですね、これね。何なんだろうね。これはリテラの記事ですね。URL がこれです。ということで、今日木曜日のワイワイニュースライブはこれで終わりです。時間が1時間と38分27秒、24秒と。から同時期で視聴されている方は35名、全体で135名様、コメントも50件ということですね。今日は非常に長いアーロン・ルッソーの真実暴露証言のいわゆる書き起こしを朗読したということで、ちょっと疲れましたけど、K さんお疲れ様でしたということで、お疲れ様でした。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきましてありがとうございました。ということで、明日金曜日ですね、今日と同じように9時半頃までに、開始したいと思いますので、またよろしくお願いしますということで、お疲れ様でした。砂月さん、今日の放送はこれで終わります。